そんな理由でやめない方がいいよ。マインドがやめようって一回インプットすると、どんどん悪いとこ探しに出てくるわけですよ。こうしてる人は全然いないね。こんにちは。このチャンネルでは、今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容をお話ししています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。今日も勝ちゃんだね。はい、お願いします。今日はどういうテーマで？はい、今日は実は社長に深刻なお悩みがありまして、実は今僕仕事を辞めるべきか迷っていまして、実際に退職を検討してるんです。ただ退職した後のリスクや僕は家庭もあるので将来に不安を感じている。退職しようかした方がいいのか悩んでいるんです。そうか、分かった分かった。いろいろ聞きたいんだけど、はい、まず僕は絶対ポリシーがあって、はい、自分の会社だし当然辞めてもらったら困るみたいな会社の利得を考えてあるんだけど、はい、まずは加藤ちゃんとして加藤ちゃんの人生としてどういう選択が一番、あなたの立場に立った時にいいと思われるのかみたいな視点で話しますよ。1個目、なんで辞めんの？このまま働いていていいのかとか、なんかこう新しいことをやりたいなって思っている、将来に不安もあってっていうところです。ちなみにその将来の不安っていうのは具体的に言うとどういうことが思い浮かぶの？お金の不安だったりとか、自分のキャリアをこれから積んでいけるのかっていうところがちょっと不安です。なんでそうですね、新しいことにチャレンジしてみたいっていうのはちょっとあるかもしれないです。その中でもうちょっといい給料だったりとかっていうところも見ていきたいっていうのがあります。なるほど。はい。新しいことになんでチャレンジしたいんですか？もしかしたらちょっと今までの業務に対してマンネリというか慣れてきてしまっているからかもしれないです。みんな大体さ、やめようかなみたいな時って一つはだからよく言う人間関係、これ上司とかもそうだし同僚もそうだし、いろいろあるんだけど、大きく言うと人間関係ね、一つ目。二つ目はライフイベントってよく言うね。要約しててライフイベントって言ってんだけど、なんでかって言ったら自分の人生について考える時だからだよ。結婚、出産、30になった、40になったとか、人によって時期若干前後あるけど、そういうことですよね。ほとんどこの2つなわけ。僕は結論思うのは、そんな理由でやめない方がいいよ。プラすぎるじゃん。プラすぎるよね。確かに。だから加藤ちゃんにとって、辞めるっていうことがどういうことなのかってちょっと話してきたいんですけど、基本は別に辞めることは悪いことじゃないよ。僕もそう思うし、僕も辞めたことあるし、でもやっぱちゃんと考えなきゃいけないな。なんで辞めようと思ったかっていうことを結構深掘りしてブレイクダウンした方がいいんだよね。僕がいつも言うのは、入るときに辞めることを考えなさいと。具体的には、理想の辞めるときは目標を達成したときか、これだったら卒業みたいなね。か、必ずそうでなかったとしても期限を決めなさい。例えば3年はまずやろう。もし遅刻前になってとかちょっと途中で辞めたくなくなったら別に続ければいいじゃん。でも一回いつまでやるって期限を切った方がいい。なので僕のおすすめは、目標を達成した時か決めた期限を全うした時、この2つが辞める時ですと。だからこんなこと言って怒られるけど、入る時に辞めること考えた方がいいですよ。でも実際に前向きな転職をしてる人はほとんどそうでしょ。大体そういう世界をみんな知らないわけですよね。まずはこの2つ。辞める時はこういう時だっていうのは2つですね。そうでないと後ろ足で砂をかけるっていうこととか、あとは能登なれ大和なれみたいな、要は逆のことが起きるわけですよ。結果やっぱ分かりやすくネガティブな理由で辞めることばっかりなんですね。一つだから考えてほしいのは、辞めることはいつでもできるんですよ。来年でも再来年でも辞めようと思ったら辞めれんじゃん。でも辞めちゃうともう続けられないんですよ。だからそう得られるものもあるかもしれないけど失うものもありますと。辞めることはいつでもできます。続けていれば。でも辞めた瞬間に続けることはできませんと。よく考えた方がいいよと。僕も実体験そうですし、過去の従業員辞めたやついっぱいあるから見てきたけど、従業員としての立場、経営者としての立場、経営者として従業員の姿を見てそっちの立場の時に思うことも全部ひっくるめて、あの時会社を続けていけばよかったと後悔していることはあっても、あの時辞めてよかった、あの時辞めとけばよかったよっていう人はほとんどいないですね。てか全くいないですね。自分もそう思うし、見ててもそう思う。そういうのは現実にありますよ。だから例えばいろんなデータありますけど、とあるデータで言うと、辞めた後、転職した後ね、後悔してる人が実は3割ぐらいいるみたいな話とかもあるじゃないですか。安易に決めちゃうとそうなるって話なんですよね。
意外とだからその時ってマインドがやめようって一回インプットすると、どんどん悪いとこ探しで出てくるわけですよ。やめる理由付けしていくから。最初は感情的にただなんとなくマンネリとか、何かきっかけがあってやめようかなとか嫌だなとか思ったのが、ここに理由付けをしていっちゃうんですよね、脳が。結局、給料が低いからとか、労働時間が、休みがとか、もっともらしい理由言うんだけど、最初だって決めてるのは感情なわけですよね。で、一番最悪なのは、僕からすると嫌なことがあったからやめますっていうのが一番やめた方がいいパターンだね。なんでかっていうと、嫌なことがあってやめたっていう自分の経験と実績になるわけです。究極ね、パワハラもモラハラとかセクハラとか倫理的にいやそれはっていう理由はやめてもいいと思うんだけど、嫌なことがあってやめたは自分の経験実績なんですよ。何がダメかっていうと、究極論若い時からそれやると嫌だからやめるが癖になりますよ。人間ってやっぱり未経験のことはしたくないんですよ。自分のコンフォートゾーンに収まりたいっていうのが基本的には人間としての欲求あるからね。新しいことなるべくしたくないんですよ。なんだけど、本当はやめたことがなければ、やめるっていうの抵抗があるわけです。彼女もだから1社目就職して、7年勤め上げたけど、1回目辞めるときってよーく考えませんでした。めちゃめちゃ考えました。でもこれが仮にですよ、1年ずつ7社働いた人の7回目の辞めるときは、もう、やめよになるわけですよ。続けられない人になります。だから続けられない、新しいことしない、難しいことしないみたいなのがどんどん、要は平準化されていっちゃうんですよ、自分の中で。だから基本的には続けるかやめるかみたいな迷ったぐらいだったら続けた方がいいと。メンタルとか倫理的におかしいっつったらちょっとそこまで強制することはやめた方がいいと思うけど、原則は嫌なことがあったら本当は2つ選択肢があるわけよ。乗り越えるかやめるかなんですよ。大きく分けると。で、このやめるを選択していったときに、これを経験とか実績にしていくと、どんどん嫌なことがあったらやめる。次も嫌なことあったらやめます。これね、若いと気づかないんですよ。皆さん若い時はまだいっぱい仕事あるから、選択肢いっぱいあるわけ。年を増すごとに選択肢なくなってくる。狭まっていくわけよ。過去にだから選択肢があるときに、嫌だからやめました。嫌だからやめました。嫌だからやめました。どんどんその選択肢実は狭まってるんだよね。人生積むわけよ、下手したら。確かに。そうじゃなくて、やっぱり若い時に嫌だから乗り越えるっていう経験を、こっちの実績とか経験を積んだことがじゃん。どうやったらこれ乗り越えるのかなって、ストレートに考えちゃうような思考とかを作り出す実績経験を持ってもないと、パッと嫌なことが来て、うわ、やだ、この壁逃げてやめようっていう思考の習慣になった瞬間に、あんまりいいことないですね、その先。確かに。やめ癖もついちゃいますしね。そう。だから、で、はっきり言って世の中で成功してる人ってほとんどの人が続けられる人ですよね。僕も学校途中で行くのやめちゃったから、それすごい痛感してる。別に学歴が全てだとは言わないけど、学校に行って、この勉強でなんか意味あんのかな、社会に出てってずっと思ってたんだけど、今考えると、いろんな意味があるけど、僕の中では一つ大きな意味があると思ってるのは、継続習慣ですよ。継続習慣と目標を作ってそれに向かって行動努力をする習慣、結局習慣なんですよ。世の中に出ていろいろやって成功する人の共通点いっぱいあるんだけど、僕の中ではやっぱり一つは継続習慣、物事を続けるという習慣と、あとはその目標を立ててそのために行動努力する習慣、むしろ目標ないと気持ち悪いみたいな感じ、これを学校一生懸命行って勉強しといたらとか何かスポーツに打ち込んで続けてたら、これが多分エリテなんだろうなと思うの。10年の時に。これは社会にとって最もというかめっちゃ必要な習慣ですよ。習慣ってめちゃめちゃ大事なんですよ。だからやめる習慣をつけるのか、やめる習慣の入り口に入っていくのか、乗り越えるという習慣を身につけようという入り口に入っていくのか、結構大事ですよね。続けることの大切さめちゃめちゃあるから何回も言うけど、新しい仕事を始めた時って、その仕事に対して無知だとするじゃん。だから1年目って新しいことが100あるわけよ。新しいことでできるようになること。超楽しいよね。だけど、仕事を続けていくと2年目は、分かりやすく言うと50ぐらいになるわけ。新しいことできるようになると。3年目になるともっとギュッとする。イメージで言うと10ぐらいになるわけ。新しいことできるようになる。人によっても0になるわけ。当たり前じゃん、そんなの。何やったって。こういうなるの。その度に新しいことしようかな。今の仕事マンネリしたしなって言ってたら、何回転職するんですかってなっちゃうわけ。停滞感とかマンネリに負けちゃいけないんだよ。俺は結婚生活も会社も人生の中でこの2つはずっと続けてんだけど、
これを続けて、約20年結婚もそうだけど、会社も続けてて、続けることの素晴らしさをようやく身に染みて感じてるわけ。俺も小学校の時とか中学校のもう学生時代の時、10代の時は続けられなかったの。だから続けることの素晴らしさを知らなかったし、続ける習慣をつけれなかったわけ。でも、いろんな理由があって結婚した。いろんな理由があって起業した。このおかげで続けることの素晴らしさ、最初は反強制的だったかもしれないけど、今気づいてるよね。これ唯一無二になるっていうか、強みになるんだよね。一回脱線しちゃうと脱線したところの習慣になっちゃうから、いいことを身につけるのはすごい大変なんだけど、悪い習慣を身につけるのは結構早いから。そういうもんなんだよね。だから安易にやめちゃいけないっていうのはそういうことを言っていて、うちの会社にとってメリットがある、デメリットがあるとか、損するとか、そういうことの前に、まず加藤ちゃんとして、あなたの人生において、もっと言うとあなたの思考について、マインドについて、安易にやめる選択肢をしちゃいけないよと。それは、うちの会社がどうのこうの関係なく、あなたの習慣になり得るから。だからあなたの人生にとって、今やめるのがいいのか、今続ける方がいいのかっていうのを、冷静に判断していつも言ってんだよね。だからさっきの理由なんだったら、そんな理由でやめない方がいいよ。以上、みたいな。一回辞めたいって思うともうずっと辞める理由探しばっかりになっちゃってたかもしれないです。みんなそうなるよね。俺割と探しの名人なの、はっきり言って。それは経営者やってるのと性格上もあるんだけど、やっぱ心配性だし、会社ってなると悪いところを探してボトルネックをどんどん潰していくような仕事だったりするからね。その思考の癖が本当に自分をなんかメンタル壊すなと思って。だから、やっぱりいいとこ探しの名人になる努力をしなきゃいけない。悪いことを探すのは結構みんな簡単なんだ。そうですね。でもいいことを探すのはみんな結構苦手なの。これ日々からやってないから。でも少しでも日々の習慣として、悪いところを見るんじゃなくていいところを探すっていう習慣をつけるっていうのを、結構会社でも言ってるじゃん。それは常日頃から思考の訓練よ。それができてないと、やめたいって一瞬インプットされたら、悪いとこ探ししだすから。だから別に人生仕事だけじゃないんだけど、今まだね、資本社会だから仕事しないとお金普通は稼げないし、生活できないから、人生の時間の中で結構な時間使うわけじゃん。だとしたら楽しまないと損だよね。だからなんか、やめようかな、どうしようかなとかっていう気持ちで働いてる時間こそ自分にとってマジで生産性ないから、そんなぐらいの理由だったら、続けた方がいいよ。以上。みたいな、本当に。確かに。ありがとうございます。もし自分の中で何か目標を決めてやりきった後辞めるとして、辞めた後後悔するってお話さっきあったと思うんですけど、辞めた人って何で後悔するんですかね？隣の芝生は青く見えるわけですよ。だから悪いとこ探しさっき上手って言ったじゃん。今いる会社の悪いとこ探し上手なのに、転職しようと思ってる会社はいいとこ探しが上手なの。よくわかんないよね。だからいいとこしか見ないとか、なわけないじゃんみたいなこといっぱいあって、で行ってみたらやっぱりそんなことないかったよってなるわけ。出戻ってきてる人も何人もいるでしょうち。辞め方が悪いと今度出戻りもできないわけよ。そうですね。だから言ってるのもあるんだよ。隣の芝生は青く見えるの若いからしょうがないかなと、最後思うこともあって、でも実際経験したらやっぱうちの方が良かったって、でそう思ったんだったら、まあ過去のことは水に流してうちに来ればいいじゃんと、本当はみんな思ってるわけよ。それを素直に言ってあげたわけ。だから辞め方きれいにしてくれって言ってるんだよね。確かに。辞めるときに我が出る人が多い。今まで散々見てきたでしょ。今まで散々いいこと言っててすごい頑張ってきたと思ってたのに、辞めるって決まった瞬間に、もう会社のことどうでもいいんでみたいな感じを言動態度だ行動するやつ、これはもうそれが素だって思われちゃうんだよね。そうですね。終わり良ければ全て良しじゃなくて、終わり悪ければ全て悪しになるからさ、2年働いてきて3年働いてきてすげえ頑張ってくれてこういう成果も出してくれて、もうありがとうねって思ってたんだけど、辞め方が最悪なやつが来た時には、もうそんなの全部吹っ飛んで、いやもうちょっと出戻りは無理かなとか、もうちょっと別にバイトも来ないでもらっていいですかってなるじゃん。そんなもんだから、そうなってほしくない、俺は。だから辞め方ちゃんとしようって言ってんだね。綺麗に辞めたやつはその後もうまくいく確率が本当に高くて、実績値で。汚い辞め方したやつはその後うまくいってないことがほぼ確率。約20年経営やってきて辞めた人散々見てきたけど、バイトとかも含めると余裕で1000人単位で見てきたから、ほんとそう。綺麗な辞め方をしたやつ、本当に辞めるの？辞めないでって本当に心から思えるような辞め方をしてったやつは、その後もうまくいってるし、どんな会社に行こうとも。でも本当に辞め方が汚いやつは、その後あんまうまくいってないことが多いね。頑張ってたとしてもまあのらりくらりぐらいで、成功してる人は全然いないね。一人目でいいんじゃないかな。辞め方確かにそうですね。
なんか勢いで辞めちゃったりとかすると、やっぱりちゃんと冷静な判断ができずに辞めてしまっている人もいるかなと思うので。みんな気づいてないのはさ、でそういう人に限ってさ、あれが悪いから会社が悪いから給料が低いからってさ、散々さ、辞めた会社のこと悪口言うじゃん。はい。うちの会社でそんなこと言ってたけど、次の会社辞めた後も同じこと言ってんの。次の会社も同じこと言ってんの。傍から見てたら、それ本当に会社原因ですか、三社ともって思うじゃん。あなたの問題じゃないんですかみたいな。で、周りから思われてることに気づかなきゃいけないわけ。そんな人を自分がもし会社の社長だったり支店長だったら雇いますって。いや、雇いたくないです。ないですよね。っていうのが、だから年取った時に転職難しいとかっていう話になってくるわけ。確かに。でもしょうがないよ。本当に逆の立場になって雇う立場になって、経営者だったらどんなやつ雇わねえだろみたいな。確かに。っていうことを逆の立場だったらやっぱ思うから、そういうことをだから逆に言うと考えられない人だっていうことにもなるでしょ。そういうことを考えられる人はやっぱり自分だけじゃなくて本当に利他の精神を持ってたりとか、自分がちゃんとしなきゃ、なぜなら周りに迷惑かけるからとか、ちゃんと思える人はそういうのはちゃんとやるから、そういう人だったらまた帰ってきてもらいたいなとか、やめても応援したいなとか、困ったことだって言ってきてねって言うわけじゃん。やめ方は確かに大事ですね。その後の自分のキャリアにも関わってくるようなことかなと思います。ありがとうございます。今のお話を聞いて、どうしても一度辞めるっていうことを考えてしまうと、そればかりに目がいってしまっていたんですけど、辞めた後のリスクだったり、辞め方っていうのはすごくいいものにしていかないと、その後の自分のキャリアにも影響を与えるなっていうのが学びになりました。誰かを悪者にするのはすげえ簡単だし楽なんだよね。みんなそっちに行き手がちなんだけど、自分の人生だし、自分が主役だから、その人生においてすげえ重要なことって結構習慣、思考の習慣、思考とか習慣だから、思考も習慣もいい方向に行けるように、トレーニングをしないといけないので、軽率な。そうですね。やめた方がいいよね。あとは、辞めるのはやっぱりいつでもできるっていうお話もあったと思うので、せっかくこれだけ続けてきたのであれば、もうちょっと自分のビジョンを明確にして続けていきたいなと思いますし、簡単に辞めるっていう方向に目がいってしまわないようにちょっと気をつけていきたいなと思います。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて大変励みになっています。この動画が気に入った方はぜひいいねやコメントをお願いいたします。